こんにちは、皆さん。Real Japanese Podcast のリュウゴです。今回は、なんで日本人は英語を話せないのというテーマについてお話しします。2024年のデータによると、英語が母語ではない116の国の中で、日本人は92位という結果が出ています。でも、日本人は小学4年生や5年生頃から高校を卒業するまでずっと英語を勉強しているんですよね。それなのに、どうして英語を話せる人が日本では少ないのでしょうか。今回はその理由を4つ挙げて考えてみたいと思います。それでは本編に入る前に今回のキーワードを5個紹介します。1つ目のキーワードは実践。実際に行動や練習をすることです。母語。自分が子供の頃から話している言葉です。バカにする。相手を見下したり、笑い物にしたりすることです。卒業。学校などを終えてそこから離れることです。無限ループ。何度も同じことが繰り返され終わらない状態です。この5つの単語はこのポッドキャストの中で自然に使っていくのでぜひ覚えておいてください。それでは始めます。まず日本人が英語を話せない最初の理由は文法ばかり勉強して会話の練習が少ないということです。日本の学校では英語の文法をとても詳しく習います。でも実際にその文法を使って会話をする機会はほとんどありません。テストのために英語を勉強しているだけで英語を話す練習はあまりしないまま卒業してしまう人が多いです。だから文法の知識はあるけれど、いざ英語を話そうとすると、どうやって文章を作ればいいのかわからないという問題が出てきます。せっかく学んだ文法も実践しないと身につかないですよね。文法をしっかり勉強すれば、あとは練習するだけなので、とてももったいないです。2つ目の理由は、間違えるのが怖いという気持ちが強いことです。日本の英語教育では、テストでは特に細かいことまでチェックされます。文法のミスが多いと点数が大きく下がることもあります。そのため、英語は絶対に間違えてはいけないというプレッシャーを感じてしまう人が多いんです。結果として英語を話すことが怖くなってしまい、もし間違えたら恥ずかしいと思ってしまうわけです。特に発音について気にする人も多くて、変な発音だと思われたらどうしようとか、日本人に笑われるかもと心配してしまいます。YouTube で日本人が英語を話している動画を見ると、日本人が日本人の英語をバカにするコメントがよくあります。発音が悪いとか、文法を間違えてる
とかです。こういう雰囲気もあって、もっと英語を話すのが怖くなってしまいます。3つ目の理由は、そもそも日本語と英語があまりにも違いすぎるということです。例えば、ヨーロッパの言語同士なら、単語や文法が似ている部分が多く、発音もある程度近いものがあったりします。でも、日本語と英語は文字や文法はもちろん、発音も全く違います。そのため、日本人が英語を習得するには、他の国の人よりも多くの練習が必要になると言われています。逆に英語が母語の人にとっても日本語は難しいんですね。この動画にも英語が母語で日本語を勉強している人がいると思います。日本語難しいですよね。理解できます。私たち日本人が英語を難しいと思うのと一緒です。4つ目の理由は、英語の先生も英語を話せない人が多いということです。日本の学校では英語を話せない英語の先生がいます。文法や読み書きはしっかり教えられても、英語の話し方は教えられません。その結果、授業も文法や読み書きが中心になりがちで、発音や会話の練習はあまりしないまま卒業してしまう生徒が多いんです。実際に私は学校の中で英語の発音を勉強したことは一回もありませんでした。さらに英語を話せない先生から学んだ生徒の中には将来英語の先生になる人もいます。そしてその先生に教わった生徒はまた英語を話せません。このように無限ループが日本の中では起こっているわけです。ということで今回はなんで日本人は英語を話せないのかというテーマで主に4つの理由をもとにお話をしました。理由をまとめると、1つ目は文法ばかり勉強して会話の練習が少ないこと。2つ目は間違いを怖がりすぎること。3つ目はそもそも言語として日本語と英語が大きく違いすぎるということ。4つ目は、英語の先生が英会話を苦手としていることが多いということです。今回のポッドキャストについて皆さんどう感じましたか？ぜひコメントなどで教えてください。それでは今回のポッドキャストは終わりです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回もリアルな日本語と日本文化についてお話しするので、ぜひお楽しみに。それではまたね。